今回の動画ではダヴィンチリゾルブバージョン21でテキスト文字を表示する方法、表示したテキスト文字をアニメーションをさせる方法について解説します。早速始めていきます。エディットページでテキスト文字を表示するには、テキストプラス、マルチテキスト、字幕の4種類があります。すべてこのエフェクト一覧に格納されており、タイトルの中に上からマルチテキストプラス、少し下に移動して字幕の中に字幕があります。フュージョンページには今の4つのツールのほか、S テキスト、3D テキストも存在します。それぞれの特徴を簡単に説明すると、テキストはパソコンへの負荷が軽く、手早くシンプルなテロップを入れたい場合に向いております。字幕はテキストと同じようにパソコンへの負荷が軽く、シンプルな設定に向いているツールとなります。インタビュー動画の文字起こし、映画の字幕、解説動画の全編文字入れなどに向いております。有料版ダヴィンチリゾルブには自動文字起こし機能が備わっており、音声から字幕を自動で生成してくれます。テキストプラスはフュージョン機能をベースとした高度な装飾や演出に向いているツールとなり、パソコンへの負荷がかかりますが、テレビ番組や YouTube のような豪華で目立つテロップデザイン、凝ったアニメーション付きの演出をするのに向いております。マルチテキストはフュージョン機能をベースとし、パソコンへの負荷がかかりますが、このツール一つで何層もトラックを追加することなく、異なるフォント、サイズ、カラーのテキストを追加することが可能になります。今回の動画では、手早くシンプルなテロップを入れたい場合に向いているテキストについて解説します。まずテキストですが、エフェクト一覧からタイムラインへドラッグ、またはシフトスペースキーからタイムラインに配置します。大分類としてタイトル、設定とありますが、今回は左側のタイトルの説明となります。ここでテキスト文字の入力が可能です。フォントはここを展開すると選択が可能です。このフォントの種類はご自身のパソコンにダウンロードされているフォントが全て表示されております。ダヴィンチリゾルブバージョン21からの新機能、右にあるアイコンをクリックするとフロートウィンドウが展開し、大きな画面でフォント選択ができるようになりました。フォントは種類が多いので、この星マークをクリックし、お気に入りに登録することでかなり時短になります。ただし、私の環境だと英語フォントは選択できるのですが、日本語フォントは選択できません。正式版が出るまで様子見しております。フォントフェイスは文字の太さ、書体を選択することができます。この種類は選択したフォントにより異なります。カラーで色調整ができます。ここをクリックするとご自身のパソコンにあるカラーパネルが表示されるので、好きなカラーを選択できます。また一部の文字をドラッグで選択し、再度カラーパネルを展開して別のカラーを選択すると、一部だけカラーを変える表現も可能となります。サイズで入力したテキストのサイズ調整ができます。一部の文字をドラッグで選択し、サイズのスライダーを動かすと選択した文字だけ大きく小さくすることもできます。ドラッギングは文字と文字との間の間隔を調整することができます。行間はテキスト文字を2行にし、スライダーを調整すると、上の行にあるテキスト文字と下の行にあるテキスト文字の間隔を調整することができます。スタイルではアイコンをクリックすると、テキスト文字に下線、右のアイコンで上線、さらに右にあるアイコンで取り消し線を追加することができます。大文字小文字はローマ字入力した場合の選択になり、デフォルトでは大文字小文字を混在ですが、すべて大文字、すべて小文字を選択することが可能です。次は配置になります。
デフォルトは中央揃えになっております。このアイコンを選択すると左揃えになります。アンカーは軸となり、デフォルトでは上下左右とも中央になっております。左から3つが上下の軸の位置になり、右から3つが左右の軸の位置になります。このままズームで拡大縮小するとテキスト文字の中央を起点に拡大縮小します。一番左のアイコンを選択するとテキスト文字の下を起点に拡大縮小します。左から3番目のアイコンを選択するとテキスト文字の上を起点に拡大縮小します。次は位置になります。X の数値の上で左右にドラッグすることで横の位置を調整することができます。また Y の数値の上で左右にドラッグすることで縦の位置を調整することができます。また枠をクリックで選択し、ダブルクリック。左右の矢印キーで位に移動ができ、上下の矢印キーで値を調整することも可能です。ビューアー上で文字をクリックすると四角い枠が表示されます。この状態でクリックしたままドラッグすることでも位置の調整は可能です。ズームは文字の拡大縮小になります。先ほど説明したアンカーの位置を起点に拡大縮小します。回転の角度は文字の回転になり、これもアンカーの位置を起点に回転します。ストロークは文字の縁取りになります。サイズのスライダーを上げると縁取りが適用されます。デフォルトは黒色の縁取りとなり、カラーで縁取りのカラーを選択することができます。テレビなどで見る二重三重と何重もの縁取りをつけることはこのテキストではできません。テキストプラスで作成することができます。このストロークは注意が必要で、スライダーを上げると文字の内側に縁取りがつきます。このように元のテキスト文字が侵食されてしまいます。適用する場合は下の外側のみにチェックしてください。チェックするとこのように元のテキスト文字が侵食されず縁取りをつけることができます。次のドロップシャドウはテキスト文字に影をつける効果があります。デフォルトではここが赤く適用されている状態ですが、シャドウは見えません。これはテキスト文字の後ろにシャドウが隠れている状態のためです。オフセット XY で移動することでシャドウが表示されます。また、ブラー不透明度でシャドウを調整することも可能です。背景はこれもドロップシャドウと同じようにここが赤く適用されている状態ですが、背景は見えません。これは高さが0のためです。高さのスライダーを上げると、このように背景が映し出されます。デフォルトは黒の背景となり、カラーで背景カラーを選択することができます。幅、高さ、角の丸みで背景の形を調整することができます。この背景はアウトラインも設定可能です。アウトラインの幅のスライダーを上げると背景にアウトラインをつけることができます。デフォルトでは黒のアウトラインとなり、アウトラインのカラーの選択も可能です。センター XY で背景のみ位置を調整することができ、不透明度で背景の不透明度を調整することもできます。この背景を利用して丸や四角の図形の作成ができます。まずテキスト文字を削除します。背景の高さのスライダーを上げ、デフォルトの黒い背景を表示します。次にアウトラインの幅のスライダーを上げ、アウトラインも表示します。ここで不透明度を0にすると縁取りのみの枠が表示できます。好きなカラーを選択し、角の丸みを0に、幅、高さで調整すると縁取りのみの四角を作ることができます。角の丸みを最大にし、幅、高さで調整すると縁取りのみの丸を作ることができます。センター XY で上下左右の位置調整も可能です。サイズを調整する場合は上の設定に移動し、ズームのパラメータで大きく小さくすることができます。何かを強調したいときなどに使えます。
前回2回にわたりキーフレームを使ったアニメーションの動画を上げましたが、このテキストもインスペクター右にダイヤのマークがあるパラメータはすべてアニメーションの設定が可能です。この丸に何もないところから徐々に丸が現れ、丸が消えていくアニメーションを設定します。先頭から15フレーム移動し、幅高さへキーフレームを設定。先頭に戻り、どちらも値を0にします。再生すると徐々に丸が現れます。次に先頭でアウトラインの幅へキーフレームを設定。先頭から30フレーム移動し、アウトラインの幅の値を0にします。再生すると徐々に丸が現れ、消えていくアニメーションができました。アニメーションの動きに緩急をつけます。キーフレームトレイを表示を選択。今設定したキーフレームの位置が確認できます。左上のこのアイコンをクリック。今設定した幅、高さ、アウトラインの幅の一番左にあるこのアイコンをクリックするとスプラインが表示されます。ドラッグで全てのキーフレームを選択し、アニメーション開始時が早く動き、アニメーション終了時がゆっくり動くイーズインを選択します。またこのハンドルで若干調整します。アニメーションの動きに緩急をつけることができました。視聴者の方へ視点を向けさせるのによく使うアニメーションとなります。これまでの解説でキーフレームを設定し、アニメーションをつける原理はお分かりいただけたと思います。次は簡単にアニメーションをつける方法について説明します。クリップを選択すると、クリップの左上、右上に白い点が表示されます。先頭のこの点をクリックしたままドラッグすると、フェードインをつけることができます。末尾の点をクリックしたままドラッグすると、フェードアウトをつけることができます。このフェードイン、フェードアウトはビデオクリップも同じです。ドラッグする際、一番右に表示されている数値はフレーム数となります。次はエフェクトビデオトランジションを使ったアニメーションになります。まずこのビデオトランジションとは、クリップとクリップのつなぎ目に挿入する画面切り替えの視覚効果エフェクトになります。通常映像クリップのカット感に適用するものですが、このテキストクリップにも適用できます。例えばこのトランジション、クロスディゾルブをテキストクリップの先頭に配置します。先ほどと同じようにフェードインすることができます。またトランジションを選択し、インスペクタで長さを調整することもできます。直接トランジションの端を選択した状態でドラッグすることでも長さを調整することができます。トランジションの長さはデフォルトでは1秒となっております。イーズ環境調整も可能で、デフォルトではなしになっており、イーズイン、イーズアウト、イーズイン&アウトの選択が可能です。このインスペクタに表示されるパラメータはトランジションにより異なります。トランジションを選択し、Mac の場合、オプションキーを押しながら、Windows の場合、Alt キーを押しながらクリップの末尾へドラッグします。このようにフェードアウトすることができます。今紹介したトランジションはほんの一部です。ダヴィンチには多くのトランジションが用意されています。お気に入りのトランジションを見つけてください。